六大神に仕えし六色聖典が一つ。陽光聖典隊長二軍グリッド・ルーインよ。はい。リエスティーゼ王国最強の戦士ガゼフ・ストロノーフを抹殺せよ。神の奇跡を秘めた秘蔵の品だ。もしもの時に使うがよい。はいどうもこんばんは、オーバーロードの考察をしておりますヌコニンと申します。はい、じゃあね、アニメの第4話ですね。第1期の第4話、死の支配者について考察していきたいと思います。早速ですけど、この冒頭のね、このシーン、これ4話の冒頭のシーンなんですけど、六色聖典の陽光聖典隊長2軍が出てますけど、この2軍にね、ガゼフ、王国最強の戦士ガゼフの抹殺を命じるわけですね。この命じてるのはね、多分最高神官庁でいいんじゃないかなって思いますけど、明言がないんでね。で、エンディングに声優さんのとこに神官長って出てるんですけど、最高神官長でいいのか、それとも神官長ってなると6人いるんで、その6人の誰かになるんですけど、で、ただ、いずれもね、なんか条件から外れる神官長がいるんですよ。ね。例えば、火の神官長は女性であったり、土の神官長は40代半ばだったりするんで、違うじゃないですか、それは。だから、もし神官長であるなら、水か風か光か闇になるんですよ。で、水の神官長が年老いた老人らしいので、ワンチャン水の神官長かな、もしくはやっぱり最高神官長なのかなっていうところですけど、ちょっとね、まだ姿が出てきて、これが何の神官長ですって出てきてないんで、ちょっとはっきりしないですね。わかる方いたらちょっと教えてほしいぐらいですけど、まあ、多分最高神官長なのかなとは思いますね。任務を与えてるっていうところで。ね。まあ、この最高神官長であるとすれば、報告の最高の権限を持った人間にはなりますね。で、肝心なとこですけども、なんでガゼフ・ストロノーフ、王国最強の戦士長ですけども、このガゼフ・ストロノーフの、抹殺を命じたかっていうことなんですけど、これがものすごくね、調べたんですけど、理由はめちゃくちゃ深い理由なんですね。ただ単に邪魔だからとか、殺した方が楽だからとか、そういう理由じゃないんですよね。ちょっとかいつまんで説明するのも難しいくらいな内容なんですけど、ポイントを要所要所押さえると、報告っていうのは、人間主義の国で、ゆくゆくは人間がその世界において何ら不自由ない生活をしていきたいと思ってる国なんですよね。で、ご存知の通り、このオーバーロードの世界では、いろんな種族がいるわけですよね。ア人種がいたり、魔物がいたりね、もういろんな種族がいるわけですよ。で、その中でも人間っていうのは脆弱で弱い、最弱の種族なんですよね。弱くて弱くてしょうがない。もう例えば、後に出てくるドラゴンとかもいる世界ですから、ね、そのドラゴンたちから滅ぼされようとすれば簡単に滅んでしまうような国なんですよね。人間が誇ってる国っていうのは。で、そんな中ね、強い人間を育てたい、人間の世界を、豊かにしていきたいという目的で、報告が、作ったのが、リエスティーゼ王国なんですよね。なんですよ。ただ、今、この段階のアニメの背景では、そうではあるんですけど、そういったことは一切出てきてないですけども、裏ではそういうことがあったんですね。で、王国ができて、人も育ってきたんですけど、実際にどうなってたかっていうと、ちょっとね、ガゼフのとこでちょっと出てきますけど、貴族派、王族派って言って、王が統治してうまくいってるわけではなくて、貴族派っていう、自己顕示欲の塊のような人間たち、悪い貴族ですよね。たちがのさばったりして、王の一本化っていうのもいかない。で、一応ガゼフは王族派、王の直属なんで王族派なんですけど、
ね。貴族派、王族派で争ってるっていうか内政的な問題ですけど、ね、一本化にならない。で、市民は市民で貧差があって、貴族による貧困の差があって、なんていう貧民層が生まれてしまっている。かといって強い人間も出てきていない。ガゼフは強いは強いんですけど、ね。なんで、育てようと思っていた国がちょっと失敗したんですよね。思ったんと違うみたいな。これ思った国と違うってなったわけですよ。スレインホークとしては。もっとね、いい感じに育てようと思ったんですけど、なんかどうにもうまくいかなかったと。で、ちょっと待ったと。王国は王国が育つのを待ってちょっと様子見たんですよ。だけどもうこれダメだと、切り捨てようってことでガゼフの抹殺なんです。なんでガゼフを抹殺すると王国がなんていうんですか失墜するかということなんですけど、ガゼフっていうのは王国の中でも最強の戦士ですよね。でその中の最強の戦士を1人倒すだけでも王国っていうのはもう他の国から見たらとんでもなく弱体化するわけですよ。この国においてさっきも言いましたけど、人は非力なんですけど、その中の非力な中でもガゼフはかなり強い位置にあるんですよね。でそのガゼフ1人で普通の人間に対するなら一騎当選、まさに一騎当選、1人で1000人の兵士も倒せるぐらいの力があるわけです。その王族派のガゼフが死ねば、力の均衡がバランスが崩れますよね。で、毎年、帝国と王国、バハルス帝国と、リエスティーゼ王国は戦争をしてるんですよ。戦争って言ってもそんなゴリゴリの戦争じゃなくて、毎年のいざこざっていうか、いつものやつやりますかみたいな感じで、力の均衡をこう確かめるような戦争をしてたんですね。後に描かれますけどね、アニメでも。帝国側にね、アインズがつくわけですけどもね、後々ね、それは見てもらえば分かりますし、そこも考察していきたいと思ってますけど、ね、そんな小競り合いをいつも続けているんですけど、そこにガゼフがいなかったらじゃあどうなるかっていう、ね、しかもそのガゼフがいないっていう情報を帝国が知ってればどうなるかっていうことですよね。もう帝国の圧勝ですよね。ガゼフがいるおかげで帝国との力の均衡が取れてるんですよ。ね。で、スレイン報告としては、もう帝国に王国を乗っ取ってもらおうっていう考えなんですね。帝国っていうのは、帝国の考え方は、後に出てくるジルクニフが治めてるんですけど、弱肉強食の国なんですよね。なんで、強いものは上に立つのが当然、弱いものは淘汰されるべきっていう国なので、ね、まさに、ガゼフがいなくなってしまった王国を乗っ取るのに都合がいいわけですよね。なんで、報告としては、ガゼフを抹殺して、帝国に王国を乗っ取らせて、支配させて統治していこうっていう考えだったんですよ、この時はね。で、実際この後、この4話、アニメの4話見てもらった方は分かると思うんですけど、うまくいかないですよね。そこにはアインズがいたからです。逆に言えば、アインズさえいなければ、ガゼフの抹殺は問題なくできてたんですよね。それこそうまくいきすぎるぐらい。アニメ実際見てもらえば分かるんですけど、結構ガゼフもね、天使に囲まれてボコボコの状態になるわけですよ。それこそそうです。住民を守らなきゃいけないね。で、罠だと知っていても、見逃せる性格じゃないんですよね、ガゼフは。その性格までも、王国は多分分かってたんでしょうね。ガゼフは人に甘い、国民に甘いっていう性格を分かった上で罠を張って、おびき出して殺そうとしてたんですね、確実に。で、もし何かあった時につって、この水晶をね、渡すわけですよね。万が一も倒せないことがあればこれを使いなさいっつってね、第7位回魔法が封じられてる水晶を2軍に渡すわけです。ね。はい。そんな感じで、このアニメの4話が始まるわけですよ。いや、これ、知ってると興奮するよね。そういう背景があるんですよ。このたった1幕の背景に、そういうことが全部詰まってるんですね。
いや、深いでしょ。深いですよ。ただ単に強いから邪魔だからあいつ倒してきてよじゃないんですよ。そういうね、バハルス帝国の兼ね合いと、リエスティーゼ王国内の勢力と、ね、その中にいるガゼフの実力を加味した上で、じゃあガゼフを殺していきなさい、2軍隊長って命じてるわけなんですよね。いや、これが深い。めちゃくちゃ深くないですか？これだけでね、飯3杯ぐらいいけるよね。ね、めちゃくちゃ深いでしょ。そんなこんなで、第4話、アニメの第4話がスタートするんですよね。これいいよね。すげえ良くないですか？もう興奮しちゃいますよね。まあ、私が今言った中でちょっとね、間違ってるようなところもあるかもしれないですけど、大筋は合ってると思うんですよ。多分そんな感じで。ね、大筋はそんな感じで合ってると思いたいです。ね。はい。ということで、第4話が始まります。ということで、次のシーンいきましょうか。次のシーンはこちらです。武器戦機コンフ武器六甲連山武器即応反射流水加速はい、じゃあ今のシーンですけども、まあカット入れてね、ちょっとつなぎましたけど、このアニメで初めて出てくる武器ですね。武器っていうのは、このオーバーロードのアインズたちが転移した世界のオリジナルの、まあ、技というかですね、ユグドラシルにはない能力ですね。で、使えるキャラクターはいろいろな人がいたり、固有の武器だったりがありますね。じゃあ、端から見ていきましょうかね。今、まあ、4つ撃ったんですけど、4つのうち1つ1つ見ていきましょうか。はい、最初に撃ってた武器が戦機根風っていう武器ですね。戦機根風ですね。まあ、武器に戦機、まあ、字のごとく戦機を込めて、一時的ですけど、魔法武器と同等の効果を付与する武器ですね。だから、最初にこう、ガゼフが天使に切りつけた時に剣が通らなかったじゃないですか。だから通常攻撃では通らない、まあ、ボディなんですよね、このアークエンジェルフレームは。なんで、戦機根風を込めて魔法武器にして攻撃したんですね。そしたら一刀両断できたというわけですね。はい、じゃあ次の武器いきましょうか。みんな大好き六甲連山ですね。まあこれはもう有名な技ですよね。必殺技ですね、ガゼフの。こう一撃を振るうんですけど、こう一撃の中に6度の斬撃を叩き込むと。ね。それも一瞬で。ね。もうパッと目も閉じる間に一撃で 6連撃、6斬撃かを打ち込む。ちょっとね、命中率に難はあるらしいんですけど、あとね、普通の武器、通常の武器の3つ分の、3個分の集中力を使うんで、肉体の消耗はかなりね、激しい技のようですね。で、この介護官にね、4光連山ってのもあるんですけど、ね、4光連山も6光連山もガゼフだけですね、使うのはね。はい。じゃあ次の武器いきましょうか。はい。次の武器はこちらですね。即応反射ですね。これは攻撃とかしたり回避したりした時にバランスを崩した体を無理やり攻撃する前の、体勢に戻すんですね。だから攻撃し終わった後にバランス崩すじゃないですか。それを無理やりまた攻撃する前の体勢に戻すと。だからもう連撃ができるようになるんですね。無理やり体を戻すんで。ただ言ったように集中力を使うんで連発してると、まあ、集中力がすり減って使えなくなってしまうということなんで、ここぞっていうところで使っていくんでしょうね。即応反射。はい、じゃあ次の武器いきましょうか。はい、じゃあ最後ですね。流水加速ですね。これは神経を加速させて攻撃速度を上昇させる武器ですね。だから、まあ、本当にだからなんだろう、これは流水加速っていう武器は一時的に攻撃速度を加速する技なんですけど、それを応用して
最初にこうひねってますよね、ガゼフ。ひねったとこで流水加速を打つことでぐる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 っと無理やり体を回転させてるわけですね。だから回転じゃなくても、例えば普通の攻撃とかでも流水加速を使えば、まあ、連撃とかできたりするわけですね。それを回転させることで、まあ、高速回転を生み出して、ここでアークエンジェルを倒してるわけですね。だから武器にもいろんな使い方があるということですね。だから深く見ていけばいろいろね、発見があるわけですよ。こういうね、面白いですね。とっても面白いと思います。はい、じゃあ、オーバーロードで初めて出てきた武器はこんなところになりますね。はい。じゃあ次のシーンですね。次のシーンに行きましょう。次のシーン、こちらですけども、まあ、アインズさんがね、両手でバーンって解き伏せた、まあ、天使。これね、モンスターなんですけども、まあ、魔法によって召喚できるモンスターなんですね。で、まあ、ちょっと言ってましたけども、アークエンジェルフレームって言ってましたよね。なんで、まあ、ユグドラシルにおいていたモンスターなんですよね。実際にユグドラシルで召喚されていたモンスター。で、どういったものかっていうと、ちょっとこれまた深くてですね、陽光戦店の隊員たちがこれ大量に召喚してますよね、右の方にね。この大量に召喚しているのが、まあ、大天使、アークエンジェルズっていうんですけど、ね、大天使の、サモンエンジェルサード、第3位階天使召喚の魔法で召喚できるアークエンジェルフレームになりますね。こちらのモンスターが。ね。で、これを召喚して、追い打ちをかけることで、ガゼフをね、もう抹殺直前まで追い込んだわけですね。アインズがいなかったら間違いなくガゼフを捉えてたでしょうね。はい。で、この後に出てきますのがですね、はい、こちらがですね、2軍隊長が、の前にいた、これがサモンエンジェルフォースで召喚できる剣天使ですね。剣天使のことをプリンシパリティーズって言うんですね。プリンシパリティーズなんで、プリンシパリティなんちゃらって言うんですね。この天使のことをね。なんで、これは、サモンエンジェルフォース第4位階天使召喚で召喚できるプリンシパリティオブザベーションですね。これは監視の剣天使っていう名前の、剣天使なんですね。はい。で、さっきから何言ってるのって感じなんですけども、天使には第何位っていう順位がありまして、でオーバーロードにもうそれぞれが出てくるんですね。で、第1位から第9位までの天使がいまして、それらをまとめて今いきますよ。ね、まとめていきますと、それぞれ順位がありまして、第1位が四天使セラフィム、第2位が地天使ケルビム、第3位がザ天使オファニム、第4位が主天使ドミニオンズ、第5位が力天使バーチューズ、第6位がノー天使パワーズ、第7位が剣天使プリンシパリティーズで、第8位が大天使アークエンジェルズで、第9位がエンジェルズなんですね。で、今言った順位になってるんですけども、さっきのシーンで見てもらったとこが大天使で、今回この画面に映ってるのが剣天使なんですね。天使だけでもこんだけややこしいね設定があるんですよ。まあ天使ってね、まあユダヤ教とかキリスト教とかイスラム教とかいろいろに出てきますけども、その天使ですね。で、天使にはその今言った順位がありまして、ここに画面に映ってるのが、剣天使なんですね。で、さらにはその中にも剣天使の中にもいろんな種類があって、大天使の中にもいろんな種類があるとね。サモンエンジェルサードで召喚できる天使にもいろいろあるってことですね。アークエンジェルフレームって言ったじゃないですか。だからアークエンジェルフレームじゃないね、別のモンスターもいると思われるんですよ。で、今回出てきてるのはアークエンジェルフレームとプリンシパリティオブザベーションだけなんで、もしかしたらそれ以外にもいろんな天使の種類がいるのかもしれないですね。だからサモンエンジェルフォースで今回たまたまプリンシパリティオブザベーションを召喚してましたけど、もしかしたら他の天使も召喚できるのかもしれないですね。
はい。で、この後またね、他の天使も出てきますけども、そこら辺のね、またね、面白いところがあるんですよね。この後のそのシーン、見てもらいましょうか、実際にね。で、まあ、今回は、このね、サモン・エンジェル・フォースで召喚されたプリンシパリティ・オブザベーション、ね、2軍が召喚したと思われるんですけど、ね、第4位階魔法のサモン・エンジェル・フォースですね。これで召喚したのがプリンシパリティ・オブザベーションなんですけど、このプリンシパリティ・オブザベーションを一発で破る魔法が、アインズが唱えたヘルフレイムですよね。まあ、このシーンですけども、アインズのヘルフレイムによって一撃で倒されるんですね。で、2軍は随分驚いてたようですけど、まあ、ヘルフレイム一撃でやられるのは実は当たり前で、ヘルフレイムって第7位階魔法なんですよ。なんで、サモン・エンジェル・フォース第4位階魔法の天使が第7位階魔法の魔法に耐えられるわけがないんですね。この後、逆に天使側が第7位階魔法をやってきますけど、要はそれと同等の攻撃をもうアインズはこの時点で、ね、やってるわけですよ。もっと言えば、最初に出てきた時にグラスプハートって言って、第9位階魔法を使ってますけどね。で、第7位階魔法以上はもう人知を超えてると言われていて、人間では使用不可能と言われてるんですよ。特に個体では。ね。なんで、その魔法をポッて使ってるんですね。まあ、2軍はヘルフレイムが第7位階魔法とは気づいてないですけどね。知らないですから。ね。第4位階魔法、第5位階魔法ぐらいまでの知識しかないわけですよね。この辺の人間っていうのは。ね。まあ、天使召喚に関してはどこまでの知識があるかはちょっとわかんないですけどね。はい。じゃあ実際に、じゃあこの後出てくる、2軍がね、魔封じの水晶で、召喚するわけですよね。そのシーンをぜひご覧ください。またそこも考察します。はい。じゃあ次のシーンこちらですね。じゃあ次のシーンこちらですね。まあ、さっき見ていただいた天使の下りの、まあ、続きなんですけども、ね、プリンシパリティ・オブザベーションが簡単に一撃でやられちゃったことで、この動画の冒頭に出てくる、ね、新艦長から預けられた魔封じの水晶を使うわけですね。で、魔封じの水晶っていうのは、これ、輝きによって、第何位階魔法が封じ込められる水晶かが分かるらしいんですけど、で、アインズの目利きが正しいのならば、これは第10位階以内だったら収められるんじゃないかっていう魔封じの水晶ですね。なんで、超位魔法以外の魔法だったら封じ込めができるんじゃないかと思われる、水晶になってます。ね。もっとしょぼい水晶もあるんですけど、これはだから結構な、かなりいい上物の水晶ってことですね。で、この水晶を取り出した時に2軍が言うんですよね。最高位天使を召喚するって言うんですよ。最高位の天使を召喚する。もうやべえから、こいつやべえからちょっととっておきのやつ使うわってことで最高位天使を召喚するっつって取り出すわけですよ。ね。スレイン王国の人々は最高位の天使っていうのをこれから召喚するドミニオンオーソリティだと思ってるんですよね。ドミニオンだと思ってるわけですよ。ね。ドミニオンっていうのはさっきの画像で、見てもらった主天使に当たる第4位の天使なんですけど、ね。ドミニオンオーソリティを召喚しようとしてるわけですけども、で、アインズにとっての最高位の天使っていうのは何かっていうところなんですよ。ね。アインズにとっての最高位の天使っていうのは、さっきの、また図で見ると、四天使なんですよね。わかりやすいよね。第1位の天使が四天使セラフィムなので、アインズはとっさに、あ、やべえ、さすがにこれ、四天使来るかってなるわけです。四天使を召喚してくるんじゃないかと思ってちょっと身構えるんですね。四天使はさすがにちょっと苦戦する相手なんですよ。なんでかっていうと、四天使っていうのはおそらくですよ。これ考察になっちゃうんですけど、おそらく第10位階魔法。第10位階魔法で召喚できる天使。もしくは超位魔法で召喚できる天使なんですけど、ね。ただ、この魔封じは第10位階までしか収めることができないので、おそらく四天使で最高位天使の四天使は第10位階で召喚できるんじゃないかっていう考察ができるんですけど、
その第11回魔法が封じ込められた、まあ、サモンテンスかなんかわかんないですけど、サモンエンジェルテンスかもわかんないですよ。魔法名わかんないですけど、それが封じ込められているんじゃないかと思ってアインズはアルベドにスキルを使って私を守れって言うんですね。つまり、もし仮に四天使がセラフィムが召喚された場合、ちょっとやばいと。ね。四天使がもし出てきて攻撃が来た場合、ちょっとさすがにこっちも無傷じゃ済まないから、もしものためにアルベドにスキルを使って私を守れって言ったんですね、アインズは。保険ですよね。で、2軍が堂々とこう取り出してきて召喚するわけですね。で、言うわけです。いでよ、ドミニオンズ・オーソリティっていうわけですね。ドミニオン・オーソリティを召喚するっていうわけです。ね。で、実際に出てくるのがこちらですね。で、さっきも言った通り、アインズはおそらくですけども、まあ、四天使、セラフィムが出てくるんじゃないかと思って身構えるわけですけども、実際に出てきたのは第1位の四天使セラフィムじゃなくて、第4位の主天使ドミニオンズだったんですね。ドミニオンオーソリティですね。このモンスターの名前はドミニオンオーソリティ。サモンズエンジェルセブンスで召喚できるんじゃないかと思われる、ドミニオンズオーソリティですね。なんで、危ねえと。第10位回来るかと思ったら、第7位回出てきた。危ねえと。ね。驚かせるんじゃねえかよってなるわけですね。実際にその後のアインズの行動がそれを物語ってますよね。なんだと。期待外れというかね、拍子抜けたみたいな感じになるわけですね。ここのは考察しててね、よくわかりましたね。そういうことかっていうのは。つまり、魔封じの水晶に封じ込められていたのは第7位回魔法のサモンエンジェルセブンスだったわけですね。第7位回魔法だったんですね。第10位回魔法まで封じ込められる魔封じの水晶になんで第7位回魔法のサモンエンジェルセブンスが封じ込められてたかは謎ですね。なんならもうちょっとしょっぱいね、第7位回魔法までしか封じ込められない水晶でもよかったわけですよね。なのにあえて第10位回まで封じ込めができる水晶になんで第7位回魔法の魔法を封じ込めたかは謎ですね。物語をこうやって盛り上げるためにね、作者さんが考えてそうしたのかはちょっとわかんないですけどね。アインズに警戒させるためにあえてそうやってやったのかはちょっとわかんないですけどね。なんでわざわざね、第10位回まで入れられるやつに第7位回を込めたのかが謎ですね。まあ、ユグドラシルのアイテムなんで、おそらく先人たちの誰かがこれを封じ込めたんじゃないかと思われますけどね。考察的にはね。またその辺もね、詳しくやっていけたらいいかなと思いますけどもね。はい。じゃあ次のシーン行きましょうか。次のシーンこちらですね。ホーリースマイトを放て！人が決して到達できない第7位回魔法、魔人すら消滅させる神の御業を食らうがいい。これがダメージを負う感覚、痛みか絶望を知れ、ブラックホール。はい、じゃあ今見ていただいたシーンの中ですけども、召喚されたドミニオンオーソリティに2軍がホーリースマイトを放てと言って、ホーリースマイトっていう魔法を打つわけですね。これは第7位回魔法の魔法です。ホーリースマイトね。で、アインズのパッシブスキルに上位魔法無効、上位物理無効っていうのがあるんですけど、ね。上位魔法無効化、まあ3だね。上位魔法無効化3っていうスキルがあるんですけども、ね。第6位回魔法以下の魔法も無効化できるんですよ。アインズはね。なんで、この転生後の世界において、アインズにダメージを与えられる人間、アインズにダメージを与えられる魔法
はほとんど存在しないんですよ。ただ、この冒頭でね、この作中では、第7位回魔法が飛んできたので、アインズにダメージを与えることができたんですね。なんで、アインズがダメージを食らっている貴重な絵ではあるんですよね。アインズにダメージを与えること自体が難しいので、これは貴重な絵なんですよ。ホーリースマイト第7位回魔法を食らわしているということですね。ちなみに2軍は、自分が召喚したモンスターの、能力を上げるタレント、生まれながらの能力ですね。タレントを持ってるんで、この、召喚されたドミニオンオーソリティもおそらく強化されてるはずです。なんで、普通の第7位回魔法よりはさらに強化がかかってるんじゃないかなと思われます。どれぐらいのダメージを負ったのかね、これで。どれくらいのダメージを負ったかはちょっと不明ですけども、第7位回魔法っていう魔法が魔人を滅ぼすほどのこのホーリースマイトの能力なんで、結構な、本来ならね、結構なダメージを受けるはずですね。はい。はい。で、引き続きこちらのシーンですけども、ドミニオンオーソリティの一撃を食らいますけども、モモンガのブラックホールによって一撃に終わるわけですよね。だからブラックホールの異界は、魔法異界は不明なんですけども、おそらく第8異界以上の魔法なんじゃないかなと思いますね。一撃で倒してるところから、第9か第10ぐらいになるんじゃないですかね。かなり強力な魔法だと思うんで、ね。ヘルフレイムが第7異界なんで、多分、第9、9、8? 9か10ぐらいだと思いますけどね。正確にはね、もちろんわかんないですけど、ドミニオンオーソリティ第7位回のモンスターを一撃なんで、第9か10ぐらいの魔法なんじゃないかなっていう推察はできますね。で、これ、アインズにダメージこそ通りますけど、一瞬で倒されてるんで、大したことないモンスターだなって見えちゃうかもしれないんですけど、アインズが強いってのはあるんですけど、アインズが強いだけです。ね。ドミニオンオーソリティ自体は結構強いはずなんですよ。それこそ第7位回の魔法で出てきてるモンスターなんで、レベル的には50から60ぐらいらしいんですけど、50から60のレベルっていうなると、かなりこの世界ではもう、それこそ2軍が言っていた通り、人知ではたどり着けない領域なので、人では勝てない存在ですよね。で、さらに言ってしまうと、ゼスナイトとかハムスケとか、あの辺でも勝てないですし、ましてやプレアデスの誰もが多分おそらく勝てないであろう強さなんですよ。レベル60付近ってなると。レベルが50だった場合は、ね、プレアデスそれぞれがレベル勝ってるんで勝てるんですけど、おそらくレベル60前後っていう推察がなされてるので、ホーリースマイトを打たれたら、プレアデスもそれだけで結構窮地に立たされちゃうような感じになってるんですよね。第7位回魔法なんで。第7位回魔法が打てるのは、確かナーベラルだけだったと思うんですけど、ね。だからね、もう一発ホーリースマイト打たれてしまったら、ちょっともう厳しい戦いになっちゃうんじゃないかなっていうぐらいの、感じですね。ナーベラルだったら勝てるかもしれないし、負けるかもしれないぐらいの実力で、他の、プレアデスだったらちょっともう勝てないんじゃないかなっていうぐらいの実力なんですよ。なんで、プレアデス自体が強いですけども、でも、プレアデスっていうのは逆に言えばそれぐらいの実力なんですよ。ね。だから、プレアデスだったらワンチャンこの世界のなんかね、出てくるキャラクターたちに負けてしまう可能性はありますね。守護者レベルじゃないので、ね、守護者は各それぞれがね、レベル100っていうのがほとんどなんで、ね、ほとんど負けることはないでしょうけども、オーバーロードの世界においてレベル差っていうのがかなり左右されるようになってるんで、ね、それだけ、もうレベル差10あったらほとんどね、勝負は決まってしまうぐらいの感じなのでね、もうそれこそレベル20、30あったらもうまず勝てないような状況になってますね。アイテムとか装備でまた変わってはきますけどね。
なんで、一応ね、今回は、ブラックホールで一撃で倒されてしまうドミニオンオーソリティさんですけども、本当は強いんですよ。もしここに来てたのが、ね、プレアデスレベルの、キャラクターたちだったら、ワンチャン負けてると。ワンチャン負けてるどころか、ワンチャン勝てるかっていう感じかな。そっちになっちゃってますね。まあ、アインズは慎重なので、ね、一応ね、まあ、スタッフオブアインズロゴーンを持ち出した上で来ている。で、アルベドもね、連れてきてるわけですよ。ね、超威魔法にも耐えられるアルベドを連れてきてるんで、まあ、念には念を持ってるわけですけどね。で、しかも、この近くには、アウラと 8H アサシンも待機してるので、まず負けはなかったんですけどね。はい、ということになりますね。はい、じゃあ続いてのね、シーンいきましょうか。続いてのシーンはこちらです。お前たちに言命する。アインズール・ゴーンを不変の伝説にせよ。地上に、天空に、海に、この世界の知性を持つ全てのものにアインズール・ゴーンの名を知らしめる。こちらの世界に来ているかもしれない友たちのもとにその名が届くように。はい。じゃあ続いてのシーンは、今見てもらった通りですけども、まあね、ちょっと前の考察、1個か2個前の考察でもちょっと語ったんですけどね、まあ、グレーターブレイカーアイテムで自分のモモンガの旗を壊すわけですよね。で、これからは私はモモンガじゃなくてアインズールゴーンと言って名乗っていくっていうシーンなんですけども、ね、アインズールゴーンを不変の伝説とせよとして、ね、海に山に空にね、この名が轟いて、いつか仲間と連絡が取れますようにっていう願いを込めて、アインズールゴーンっていう風に名乗りを上げるわけですけども、まあ、オーバーロードの終着点としてはそこかなっていうことと、まあ、もしくはそっちじゃなくて全然違う終わり方をするのかなっていうね、まあ、分かれ方がしていくのかなっていう予想をできると思いますね。まあ、一体ね、果たして仲間は転生してきているのか、ね、転生してきていたとして、同じタイミングで、今この時代に転生しているのかは謎ですしね。まあ、このオーバーロードの世界に、転生してきているのは、ね、アインズだけ、モモンガだけではないっていうのは有名な話なので、またその辺の考察もね、できたらいいかなと思いますけどね。まあ、アニメではそこのところにあんまり触れないんで、その触れるタイミングは難しいですけどね、いつか、そういったところに触れられるタイミングがあれば触れていきたいと思いますんで、またその時はよろしくお願いいたします。ということで今回のね、第4話の考察はここまでにしたいと思うんですけど、ね、最後ちょっとおまけね、ね、たまにこうやっておまけ喋りますけど、まあ、2軍を見事打ち破った、アインズですけども、ね、まあ、アインズはね、常にナザリックのね、面々に対して、理想の支配者であろうとするわけですね。なんで、隠れて挨拶の練習とかね、してるんですけどね、そこで、まあ、もう、アルベドにはもう、ドストライクで突き刺さるわけですよね、その行動一つ一つがね。で、今回の2軍を倒したその行動も、まあ、例に漏れずね、惚れるポイントというかね、になってるわけですね。そこの部分の、ちょっとね、再生して最後お別れしたいと思います。ということで今回は考察はここまでにしたいと思います。次回ね、第5話の考察ですね。をしていきたいと思いますので、またそちらの方もね、見ていただけたら嬉しいかなと思いますね。はい、ということで今回の考察はここまでにしたいと思います。ぬこにでした。また次の考察でお会いいたしましょう。バイバイ。やべえ、おインズ様かっけどうしたアルベド。やべえ、おインズ様かっけどうしたアルベド。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 